三池千尋ちゃん2歳。愛称はちーちゃん。100万人に1人とされる難病を抱えています。とにかくちーちゃんはもう癒しの存在、もう家族の間で天使の子って言っている感じで、もうちーちゃんがいるだけでみんな幸せになれてる気がします。明るくてちょっぴりおてんば、ちーちゃんの笑顔が今日もみんなを幸せにします。ちーちゃんで、ちーご飯これ食べる？ちーちゃんは食べることが大好き。お腹ペコペコのちーちゃん、食卓に一直線です。ちひろ、エプロンしないと。エプロン。そうそう、これね。今日の夕飯は大好物のハンバーグ。待ってよ、まだね、いただきますするよ。はい、じゃあせーの、手を合わせましょう。パチン、どうぞ。おいしいご飯いただきます。いつもお兄ちゃんのハクちゃんと一緒です。こんなになんかおてんば娘になると思わなかったです。もうね、すごい元気で、本当よく寝る子で、ね、おとなしかったんですけど、1歳ぐらいになってこんなにね楽しい。元気いっぱいなちーちゃん。難病を抱えて生まれてきました。ちーちゃんのお母さん、ひなこさんは出産してすぐ医師からちーちゃんの肌の異変を告げられました。おでこがもう粉がついてるみたいな感じで、もうザラザラしてて、お医者さんから念のためその近くにその大学病院があるから見てもらえませんかって言われて、そしたらその魚鱗腺の名前がね出てきて、皮膚が赤くなったり乾燥して剥がれ落ちたりする魚鱗腺。先天性の難病で人にうつることはありません。魚鱗腺の中でもちーちゃんはKID 症候群と診断されました。皮膚の症状だけでなく、耳が聞こえづらくなる難聴と目が見えなくなるリスクがある角膜炎が重なる病気です。今のところ視力に大きな問題はないようですが、聞こえ方には症状が出ています。耳は、今は高度から重度感応性難聴で、ほとんどもう大きい音以外は聞こえない。硬くなって、見た目には分かりづらいですが、皮膚は分厚く乾燥し赤くなっています。脱毛症もあり、髪の毛もまばらです。こんにちは、お世話になります。はい、お願いします。魚鱗腺研究の第一人者、筑波大学の野村俊文教授です。ネザートン症候群っていうのは、皮膚の特に一番浅いところにある表皮っていうところを作る、表皮に必要なタンパク質を作るために重要な遺伝子たちのうちどれかに異常が入ると魚鱗腺を発症すると考えられています。根治的な治療法、これをやればもう魚鱗腺がきれいさっぱり消えますっていうような治療っていうのは残念ながらない状況で、治療法のない KID 症候群。発症は100万人に1人ともされています。
言葉を失ったよね。なんかこう5万に1人どういうことみたいな。やっぱ皮膚のことだから見た目のことで、特に女の子だし、もうこれから本当もうどうなっていくんやろうみたいな感じの不安が大きくて、もう眠くてもずっと考えてるから、もう寝たとしてももうすぐ起きてみたいな感じで、もうずっと寝不足で、なんか多分自分の体もなんかすごい結構なんか追い込まれてた感じでしたね。魚鱗線かもっていうのと難聴かもっていうのは分かってたんで、肌だし耳聞こえなくても、実際目が見えてるから、正直なんとかサポートすればできるだろうっていうのは思ってたんですけど、目が角膜炎になって見えなくなるかもしれないって言われた時は、その時はさすがにちょっとショックでねどうしたらいいかなっていうのは結構考えてましたね。さまざまな症状が重なるため、毎日のケアが欠かせません。最初はもうやんな気がしたね。離れて1日6回目薬をしないといけないのと、毎日の個室ケアがやっぱり大変ですね。いろいろその日の体調によって使い分けてたりするので、そのケアが大変頭皮もカサカサするので、もう頭にも全部つけますね。歩けるようになり、外でも遊ぶようになったちーちゃん。お出かけの時に着るベストにはある工夫が施されています。体温調節が苦手なので、夏はすぐ体に熱がこもってしまうので、もう毎日8度以上でいます。でも30分ぐらい体を冷やすとだんだん熱が下がっていくっていう感じです。一時は塞ぎ込んでいたひなこさんたち。そんな毎日を変えたのは、元気に成長していくちーちゃんの姿でした。1歳までの間はもうほとんどもう私自身も泣いてたし、もう不安だったし、で人にももう会ってないし、本当に精神的にすごい辛くって、だんだん1歳になってどんどんちいちゃんが動くようになったりして、それからちょっと公園とか連れ出すようになって、でそしたらだんだんちいちゃんのために、私たちできることなんやろうって考え出して、いろんな人たちに会ってちいちゃんのこと話したりとか、そうやって過ごしやすい環境づくりをできるのは私たちができることの一つかなと思って、いろいろあったけど、今のちいちゃんをしっかりね受け止めたいっていう気持ちはすごいありますね。魚鱗線の息子を育ててきた梅本千鶴さん。患者や家族が交流できる場を作ろうと、30年ほど前から毎年魚鱗線の会を開いています。
松井吉弘です。1歳になりました。病名は表皮有回性魚鱗腺です。今3歳3ヶ月です。病名は同居性魚鱗腺です。楽しくしましょう。全国から集まったおよそ40人の患者と家族。同じ魚鱗腺でも細かい症状は人それぞれです。中でも特に珍しい KID 症候群。とにかく情報が欲しいとひなこさんたちは話を聞いて回ります。今福岡県に住んでるんですけど、もう九州にいるかいないかもわからないし、この大学病院でも見たことないって言われて、この症状とかってなんか当てはまるとか当てはまるのとかありますか？感染症なんで、多分ね、それとその角膜炎と、で魚鱗腺もあれなんで。その担任の先生にこうお話ししたりとかしてましたか？こういう。ある程度小学校も行ってくれば結構自分で言えるようになるので、そしたらもう先生たちも月1で総合病院だったから行ってて、あとは大学病院に2、3ヶ月に1回行ってますね。耳の中も皮がめくれてるから、耳の掃除もねせなあかんね。耳掃除せなあかんもんね。耳なんか結構止まります。結構止まりますね。病気の話をたくさん聞くことができたひなこさん。ずっと抱えていた悩みや不安があふれます。生まれて1歳か1年ぐらい経ってようやくなんか夜眠れるようになってきて、最近本当にそれまでやっぱり考えたり悩んだりとか、なんかちょっとずつ不安っていうかなくなって全部はなくならないけど、ちょっとずつなんか楽になってきたっていうか。本当それは良かった。そうなんです。親が乗り越えなきゃいけない、親が強くならなきゃいけないことがいっぱいあるんで、見られて仕方ないって思えるまでになるのがすごい時間かかると思うんで、もうしょっちゅうやっぱ見られたりとか、ハゲとか赤いとか言われることとかがあって、この子が分かるようになった時にその言葉たちがどんだけこの子を傷つけるんだろうとかいうのをやっぱり考えてしまうから、なんか乗り越えてきたんだろうなって思いながら、初めて参加した交流会。心境も大きく変化したようです。なかなか周りにいないので相談できなかったからずっと生まれて1年間もずっと自分で抱えてたので、なんか今日打ち明けることができて、ちょっと気持ちが軽くなりました。ちょっと頑張ろうね、一緒にね。眠たい。聞こえるね、音ね、これね。ちーちゃんは音が出るおもちゃも大好き。これどう？いつも夢中で遊んでいます。ドレミドーンっていう太鼓の音は聞こえてるって言われて、でも最近なんか私が補聴器つけた状態で名前読んだりするとなんか反応はするようになりました。言葉のプレーはやっぱあるってお医者さんに言われたんですけど、でもそれを感じさせないぐらいなんか動いてできるけんすごいなって思いますね。
開けて上手やったの。開けるよ。あ、いた。あ、先生。ちーちゃんは月に2回、療育施設で手話や言葉を学んでいます。先生っぽいするよ。あ、ちょうだい。先生もしたい。あ、どうぞ。ぽい。上手。定期的に聴力検査をして耳の聞こえの確認をしたり、あとは言葉が出るその前段階として身振りとかジェスチャーとかを使って気持ちを伝えられるようになってほしいなってところでボールを入れてみたり、絵本とか実物とか模型を使ってちょっとでも興味を持ってやっていけるように楽しんでいつもニコニコ笑顔でやってもらってます。おはようの手話をちょっと真似するようになったりとか、あと言葉に対しての理解がすごく深まったなっていうのを感じます。ここに来ることでこの子が難聴っていうのをはっきり分かるような気がして、やっぱり最初は来るのが怖かった、すごい不安だったんですけど、実際に来て、この子が頑張る姿を見たり、先生たちがやっぱり一生懸命この子に関わってくれる姿を見て、私もすごい難聴に対して今は受け止めて一緒に頑張っていこうって思えるようになりました。ありがとうございます。後ろで。ありがとうございます。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。おはよう。脱ぎましょう、自分で。ちーちゃんが通っているのはひなこさんが勤める保育園です。どんな色が好き？保育士さんも手話を使います。みんな一緒になくなるよ。全部のクレヨン。おしまい。保育の中でそうですね、主要で使う手話とかは結構手話に詳しい職員がいるので、その職員に聞いて使うようにしています。いただきます。いただきます。どうぞ召し上がれ。これね、おにぎりが食べたいんだね。パンは？そうだ。配慮する点がいっぱいあったりだとか、もしも万が一っていうことを考えた時にきっと不安もあったと思うんですけども、そこをひなこ先生も含めてサポートできるような環境を整えていくことが私たちスタッフの仲間としても大事なんじゃないかなというふうに思ったので、ぜひぜひということでみんなで守っていこうねっていう形で受け入れを決意しました。ちーちゃんの病気のことで育児休暇からの復職を悩んだというひなこさん。園長先生の心強い言葉が復帰を後押ししました。千尋ちゃんもひなこ先生も私が守るよみたいな、もう一緒においでっていう、もう全然千尋のその病気のこととか関係なしにもうおいでおいでみたいな言ってくれたことがもうすごいいろいろ考えてた、私たちにとって救われましたね。パパだよ、パパ。ほら、おいでおいで。千尋パパ、ほら。ほら。ね。嬉しいね。パパがお風呂入ろうって、これお風呂。行く？うん。ちーちゃん1歳8ヶ月。笑ったり怒ったり表情も豊かになってきました。今は1種類です。いろいろ赤ちゃんの時使ってたんですけど、今
乾燥はするけど比較的肌の状態がすごいよくって。ちーちゃん、ちひろ、ちょうだい。手話を通じて自分の気持ちも少しずつ伝えられるようになりました。耳が聞こえないっていうので、意思疎通ができるか正直不安だったんですけど、どうやって覚えてるのかもわからんぐらいなんかいろいろできるようになってるんで、言葉はまだはっきりは喋れないですけど、嬉しさもあるし。なんか耳が聞こえることとか目が見えることとか、本当に当たり前じゃないっていうのも知ったし、本当に当たり前の日常がこんなに幸せで恵まれてるっていうことを本当ちーちゃんから教えてもらいましたね。成長を実感しながらも病気の不安は絶えません。髪の毛が少ないから自分は分からなくて周りから言われることがあるのかなとかも思ったり、周りの子のその差がやっぱ目に見えて分かるから、もうそこは本当にもう気にしないように、もうちーちゃんはちーちゃんのペースでってもうずっと呪文のように心の中で思いながらちーちゃんのこと見てますね。ちーちゃんまだよ。ちーちゃんまだ。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday りわちひろちゃん。せーの。3月、ちーちゃんは2歳の誕生日を迎えました。ちひろちゃんの名前の意味が困った時とかに助けが来る、頼りが来る、尋ねるっていう感じがあるから、困ってる時になんか助けに来てくれたらいいなっていう思いも込めてます本当生まれてきてくれたことにすごい感謝してます、私なんか多分病気って知ってても多分私はちーちゃんをね産むことを選んでたなっていうのはもうすごい思います、ほらこっちに助けてもらって、ほら兄弟ほらこうやって助け合ってほしいです、将来こうしてね2人でその手を振りほどちーちゃん、その笑顔が家族の宝物です。なんかニコニコしたり驚いたり怒ったりしながらありのままで育ってほしいなって、本当そのままのちーちゃんでいいから、病気のことあっても、前向きに、とにかく笑って、楽しく過ごしてほしいなって思います。